回の産業まとめ。韓国屋外マスク義務解除。各国の方針を追随。ムン・ジェイン政権最後のあがき。韓国政府は5月2日月曜日より、屋外でのマスク着用義務を調整し、一定条件を満たす場合は罰則の対象外とすると発表しました。韓国ではこれまで2メートルの距離が維持できない場合や集会、公演、行事などを行う際にマスクの着用を義務化していました。韓国では社会的距離を置くが4月18日に解除され、新型コロナウイルスの等級を1級から2級に変更したことなどから規制が緩和されたようです。これを決定するにあたり、海外での状況を調査したようで、多くの国で解除されているとしています。また、WHO も物理的な間隔が維持できない場合のみ屋外での着用を推奨しているという方針を出していることも参考にしたようです。ただし、50人以上の集会やスポーツ競技観戦などは屋外でも依然として着用の義務があるとしています。こうして規制を緩和する一方で、再拡散防止のために企業の在宅勤務活性化を支援すると5月4日に発表しました。これは在宅勤務のためのインフラ整備などに最大2000万ウォン、日本円で約200万円を支援するというものです。韓国政府は在宅勤務が企業の新たな勤務文化になるよう、支援を継続していくという姿勢です。屋外マスク規制や外国人の入国緩和をする一方で国内で在宅勤務を推奨する矛盾に対し、疑問の声が上がっているようです。編集所感。今回の概要。義務化一部解除。要するに緩和。減ってきたけど依然多い死者数。任期終了間際に迷惑政策連発。ムン・ジェイン政権が任期間際に成果を主張するために色々やっている。そんな印象を受けますね。来週には退任ですよ。まず、屋外マスク義務の緩和ですが、日本ではそもそも義務化されていません。ただ多くの人がしてるだけ。韓国の場合は10万ウォン以下の罰金ですからね。これまではとんでもなく厳しかったわけです。その割に感染者数は長きにわたって世界一を維持していたわけですね。どうやってあんなに感染したんだろうね。原因探ってよ。韓国も解除に踏み切ったなどとメディアでは大々的に報じられていましたが、あくまで条件付き、部分的な解除です。公共交通機関でマスクをしていなかったら罰金になります。なので普通になった、くらいでしょうかね。私も外を歩くとき、人が少なかったらマスクしていません。だって誰もいないのにマスクとか、苦しいだけでしょ。人がすごくたくさんいる場所ではもちろんしますけどね。すれ違う人たちも気にするだろうし。特にこれからの季節は暑くなるから、外では可能な限りマスクしたくないですよね。必要ない場合は。私は感染したくないから気をつけたいですけど、でも過剰にはやりたくないと考えています。一人で車運転してるのにマスクしている人とかいますからね。その後誰かが乗るならありだけど、そうでなければさすがに異常な感じがする。日本のテレビ局が韓国でどのくらいマスクを外しているか数えていましたが、緩和初日は4人に1人くらいだったそうです。新規陽性者数が減ってきたとはいえど、まだまだ普通に考えて多いですからね。そりゃそうでしょ。人間急には変わらない。ちなみに数えていたのはソウルの中心街だったと思います。結構人が多かったです。韓国はすでに国民の3人に1人は感染していますからね。死者数は毎日70人とか80人とか日本の何倍も亡くなっています。まあ、新規陽性者数や死者数よりも病床稼働率を重視しているということですから、問題ないんだって。大丈夫かな？累計死者数も単位人口あたりだと韓国の方が圧倒的に多いですからね。最近の死者数もアジア2位。世界では10本指に入ります。ムン・ジェイン政権としては、新型コロナウイルスとの戦いは一段落したというのをアピールしたかったんでしょうね。そうしておいて新政権で再拡大すると批判をしたいのでしょう。その基盤を準備しておいてね。そりゃないよ。新政権は5月10日ですからね。5月の連休で拡大しても知ったことではないということでしょう。一方で、在宅勤務は推奨するというよくわからない政策。この発表を新型コロナウイルス関連部署がするっていう。規制緩和に向かっているのに、経済部門では予防的措置のためにテレワーク推奨ってね。
何なんでしょうね。不思議です。再拡大の場合に備えてというのはわかりますけど、予防のためにってね、どうもちぐはぐ感が否めないです。これも新政権にわけのわからない遺産を残すためにやってるんじゃないかと言われても仕方がない。何なんだろうこれ。日本にも似たようなのありましたけど、こういうのってノート PC の購入でも承認されるという美味しい制度なんですよね。韓国の場合も 50% を国が補助するということですから、この機会にノート PC 買い替えるなんて企業が大半でしょうね。そう考えると納税者としては大いに疑問の残る制度だとは思いますね。これ、今更国が支援するのかなと。それにしても、ムン・ジェイン政権ももう終わりですか。外交波乱の5年間だったなと私は感じますね。結局北朝鮮とは個人的な気持ち悪い関係だけ残って元の木阿弥。日本や米国とは関係が悪化して中国とも改善しなかった。最終的に禁韓令も解除されずですからね。G7 に2年連続出席とかが成果らしいですが、面白くもなくパッとしない共産主義政権でした。韓国ってもう外でマスクしなくていいんだ。多くの場面ではね、最終的には個人個人の判断だけど、4人に1人ってそんなに外してないね。今はもう少し増えてるかもしれないよ。テレビの取材って適当だから。あ、そうだったね。気をつけなきゃね。まあ、でも罰金がなくなっただけで韓国としては大きな変化なんだよ。これって屋内でしてなかったら罰金？そういうこと。そこは変わりなし。日本ではしなくてもいいってなっても、ずっとつけてる人多いと思うよ。メイク面倒だから？それもあるけど、顔を見せたくないって人、やっぱり多いと思うよ。ほら、前も言ったけど、マスクがっかりってあるんだよ。マスク外したらがっかりだったみたいなの。新入社員とかはあるのかもね、そういうの。あと、表情見せたくないって人もいると思う。私その感覚よくわかんないけどね。それに人間関係構築するのに壁になりかねないと思うけど。私は息苦しいから外したいけどね。特に会社の中とかは。私はそもそもマスクが面倒。たまに忘れそうになるし。それはやばいでしょ。忘れたら取りに帰ったりとかするの？大丈夫。予備をいつもカバンに入れてあるから。韓国ってもう減ってるみたいだね。とは言ってもまだ5万人弱。日本で言えば10万人以上だけど。多いね。それでも減ったんだ。上海も下火だしね。感染しまくったらそのうち終わるってことだろうね。日本もゴールデンウィークでまた広がるかもね。それが心配だけど、もう後戻りはしないだろうね。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。宇多田ヒカルが結構好きなんだ。なんとなく知ってる。何が好きかっていうとね、曲と歌詞と声と見た目が好きなんだよ。昔のアルバムからほとんど全部聴いてるんだ。ドラマ最愛の主題歌になった、君に夢中って曲もすっごく好きだよ。その最愛ってドラマもしょっちゅう出てくるよね。まあ確かに面白かったけど。バッドモードっていう新曲があるんだけどね。そのミュージックビデオが宇多田ヒカルの YouTube にアップされているの。この動画を数日前に初めて見たんだけどね。もうびっくり仰天しちゃったんだよ。あれよ、あれ。デジャブ。知ってる？デジャビュー。既視感。あ、ところでこれって既視感って読むんだね。今まで既視感って読むのかと思ってた。どうやったら既視感になるのよ。っていうか、どうせ多分デジャブでもなんでもないってオチでしょ？私が以前夢の中で見た状況とそっくりだったんだよ。このてんこ盛りの中でも話したんだけど、部屋の中に水を溜めたっていう夢だよ。それ。宇多田ヒカルのミュージックビデオはウォーターサーバーから水がこぼれていていつの間にか部屋の中に水が溜まった感じだったよ。私の場合は部屋の中に自分で水を溜めて魚を泳がせたんだけどね。ああ、なんだ。魚を泳がせたまでは同じじゃなかったのね。びっくりした。でも金魚を飼ってるみたいな表現もされてるんだよ。すごくない？もしかしたら感性が同じなのかしらね。宇多田ヒカルさんと私って。
あはは。一緒ってことにしたら色々と複雑な問題が出そうな気がするけど。それに、白雪さんの場合はその後魚が死んで腐って異臭を放って、おまけに虫が湧いたんじゃなかったっけ？現実にはそうなっちゃうんだよね。残念ながら。あ、私の夢は現実に近い夢なの。うふふふ。白雪さんの夢はなんでお部屋が水浸しになったんだっけ？あれは水浸しになったんじゃなくて、部屋を水槽にしたんだよ。熱帯魚を部屋で飼うなら床に水を張って泳がせたら涼しげだしインテリア的にもいいかなって思ったんだよ。個性豊かな感性を発揮してみたってところかな。あはは。